よろしくお願いします。一日お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。行きましょうか。この大橋ボクシングジムは高山の人ですか？もう MMA 行った当初から通ってますね。4年ぐらいなんですかね。井上尚弥選手とかもジムです。そうです。まあ、僕は確かにパーソナルなんで、まあ同じ場にいたりはしますけどね。まあ、今日はいないんじゃないですかね。スタリオも通ってるんですよ、ここ。そうなんですか？違うトレーナーですけど。会ったことあります？あります、もちろん。これ10時半かな。お願いします。助けお願いします。いつもトレーニングをお世話になっている福田トレーナー。あ、よろしくお願いします。大臣の。はい。お食事して。10時半からお願いします。上田選手どんな人ですか？真面目です、すごい。もう何年ぐらい3年半ぐらい。結構みんな、まあ、寝朝の心配もされるんですけど、僕は寝朝よりも最初はボクシングに苦手意識があって、空手って正直ここ打っちゃうんであんまり上げすぎないんですよね。やっぱここら辺でこう戦うのもボクシングとか顔面あるとやっぱり手が上がるじゃないですか。きついっすよね、本当に。お住まいは横浜なんですか？東京なんですよね。あ、ここに通ってきてるんです。そうです。何時間ぐらいかけてきてます？でも1時間ちょっとですね。大体本当はボクシング結構夜が多いんですけど、まあ、今日はちょっと朝やって来たいお店があるんでそこでちょっとパワーチャージしてで夕方がスパーリングって感じですね。それが講座簡単のジム。そうです。どうでしたこの間の抽選会は？いやめちゃめちゃ緊張しましたね。いや本当になんか抽選が誰でもいいんですけど相手はなんか誰になるんだろうっていう4試合あったうちの一番最後だったじゃないですか、はい、余った人じゃないですか正直最後って、はい、まさかのねあれ余ってると知ってる人がみたいなその知ってる人だったからなった瞬間はおおと思ったんですけどよく考えると東京ドームで日本人対決あった方が絶対盛り上がるなと思ってたからそこで最後社長が引くっていうでもなんか社長の顔がすごい話題になってましたよね、はい、引きつった顔がみたいな一回戦の後ねおおみたいになりますよお願いします。Run it up. Linda, go! Rush! Go! はい、落として。はい、準備よー、よーい、はい。はい、落として。やっぱボクサーの12ラウンドやる体力が分かるっすね。こういう練習やってると5分3はたった5分3と思ってインパクトの瞬間、体が全然違うんで、本人もガシンって思いっきりパワーで打つっていうよりかはインパクトの瞬間だけをやってると思うので、まあ、そこら辺はすごくタイミングよくやってもらってるかなっていう動きが速いんで、
本当はもっと長くやんなきゃいけないからまだそうですね中級やっと入ったかなぐらい。はい初代の世界チャンピオンがこれを合宿になると30分続けて永遠とその3枠打ちをこれで大体自分10分15分、まあたまに20分やったりするんですけど、世界チャンピオンレベルやっぱ30分やるらしいからまだまだ伸びしろがあると自分で勝手に思い込んでやっぱモチベーション上がりますよね。こんないっぱいチャンピオンの写真があると確かにやっぱ自分も欲しいなと思いながらやってます見られてる感じするっすもん。そうですね、チャンピオンたちにずっと見られてる感じが。みんなベルト巻いてるし。そうそうそう。まあ僕は本当は早くベルト欲しいですね。これからラーメン屋っすよね。そうです。めちゃ美味しいですよ多分。僕尾道ラーメンってあまり正直知らなかったんですよ、そこ行くまでは。はい。で食べたら結構ハマっちゃって、しかも尾道ラーメンってなんかさっぱりしてて別に練習前ももたれないから、たまにこういうジム行った後の帰りとかはちょっと寄ったりしてます。スポンサーをしていただいてる方。そうですね、はいが今オーナーですかね、やってるお店で、そこの店長さんも僕すごくお世話になってますし、今日はちょっと好きなもの食べる日にしようと思って夜もあるし昨日は我慢して MMA 始めるまではあんまそういういっぱい食えっていうなんか環境だったんで、空手は例えばいろんなねお客さんとかとご飯食べると、そのお客さんが残された何かを着てみたいなもう3杯4杯着て、僕はすごくいい意味で時代と逆行してる環境だったから、僕はなんかすごい好きだったんですね。それがもう押すしか言えないみたいな。ちなみになんですけど、極真空手ですよね。そうですそうですそうです。ベイノワ選手ってすごい押すって言うじゃないですか。いやあいつはもう本当あいついやもうあれなんか何なんですかね。いやなんか最初になんかオスですとか言ってなんかちょっとなんかブレイクはかわかんないんですけど、ちょっとなんかオスですとかなんかオスのキャップ作ったりしたじゃないですか、あれは本当にもうふざけんなと思いましたねなんかお前空手やってるくせにオスをなんか存雑に扱うんじゃねえみたいなオツです。格闘技はオツなんですよ。人生をかけたオツをオツ。でも年一緒で極真の頃試合もしたことあるんですよ実は。ああ言ってました。そう実は一回高校生ぐらいの時ですけど、上田選手がもうボコボコにしたんですよ、ね、僕はね最後上段回しで勝ったんですちなみに上田選手はあんなにオスは言わないですか？言わないですよ俺はもう今回その来週のこの YouTube を通して言いたいのは、オスって尊敬感謝忍耐って意味があるんですよ。その極真会館では尊敬感謝忍耐って意味があって、そんなねオスなんか言っちゃいけないんですよそれはあいつはそれを知ってながらああやってやってるから、何あいつなんかオスをなんか流行語にしようとしてんだと思って、もうふざけんなよって今はこうやって言えるけど、当時はやっぱ僕まだライジン来たってなんか何も言える立場じゃなかったから、なんかあいつがオス言ってなんか空手のイメージ下がんなきゃいいなとかちょっと思ってましたなるほどそうオスですねとかオスですねとかオスですねってなんだよ俺だってわかんねえよ悪口言うのオツです。いやだってあれですもんね、悪口じゃないですよ。だってベイノワ選手仲いいですもんね。仲いいからこそのこの仲いいからこそですよ、もちろん。極真をやめたのはいつぐらいなんですか？そうですね、4年前ぐらいですね、約。本当に MMA ファイターになるんだっていう自分の覚悟の表れとして、やっぱ一つ大会っていう形を取らせてもらって、新たな挑戦ということでやらせてもらいました。もちろん今 MMA っていう競技本当に大好きですけど、やっぱり空手が一番僕の中でリスペクトある競技だし、空手っていうのはすげえ強いんだぞっていうのを、もう一度知ってもらうために僕が MMA のこのね今世間で一番人気あるこの大舞台のライジンに出させてもらってますから、今回このトーナメントっていうのはその一つ、僕の中の本当に MMA に行ったきっかけにその理由となる一つのものなんで、すごく燃えてますね今回は本当に。抽選会の日、朝渋沢選手と練習してたんですよね。いやそうですよ、本当に朝練習し、一緒に練習したっていうか同じ場にいて、なんか不思議ですよね。で本当に決まってから一言も喋ってないです。ああそうなんですね。そっからは並んでますね。でも貼ってくれたいですね。本当だ、貼ってくれてる。並んでるところを撮って中もなんかサインとか飾ってくれたらよかったら飾っといてくれて外されてなくてよかった。確かに
ですか？美味しいですか？美味しいですよ。うまいです。この後の稽古力つけて叩かれそうですね。練習前にラーメン食ってんじゃないか。大丈夫ですか？うるせえって感じです。ラーメン屋開いた人もいるんで大丈夫です。あ、そうかそうか。ラーメン。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。スポンサーやってもらう前から行ってたお店なんで、あ、そうなんですね。もうずっと前から行ってたんで、そうやるってなってスポンサーになってくれたっていう感ずっと行ってたお店がスポンサーしてくれてめっちゃ嬉しいじ。いです。やめちゃめちゃ嬉しいですね。やっぱどんな勝ったり負けたりしちゃってたんで、しちゃってるんで、そんな中でもやっぱずっと応援してくれてるの嬉しいです。セザリオ選手は結構言われてるじゃないですか。どう思いますか？そうですね。なんだろうな、2回ぐらいですけど、練習したことあるんですよね、スタイル。まさか対戦すると思ってなかったんです、その時は。だから会見でやっぱああいうこと言われちゃうと、なんだろうな、自分から寄り添うことはできないなっていう感じです、最初に。それだけかなって。マジで興味がない。高坂さんやっぱ怖いというか。いや、怖くないです、怖くない、全然、全然怖くないって言い方もおかしいですけど優しいですよ。雑談とかされます？高坂。雑談はしないですね。師匠だから無駄口叩いちゃいけないみたいな感覚ですよ。じゃあ参加さんが喋りかけてきたのを答えるって感じです。あ、そうなんですね。もう空手の時からですけど、特に MMA 行ってから一番お世話になってるセコンドでもずっとついて待ってる小林先生です。小林先生と呼んでますから。小林選手もますし。よろしくお願いします。お願いします。しんどそうですね、追い込み。こんだけみんな練習の中で自分の時間だけ割いてくれてるんで負けられないですね。絶対負けられない。そんなきついことやってないと思うんです。他のヘビー級は多分パワーつける練習とかスパーリングで感覚養っただけなんで、多分自分たちはこんなさっきとみたいなことやってないと思うんで、ちょっと自信持っていきます。いやあともうちょっとこの後ご飯ですか？あとご飯でもう長い一日が終わりです。本当いい練習できてますね。でアライアンス降りてここです。高坂さんおすすめのところらしいんで。トマトが好き。ク
車かと思ってさ、その時アラビアータタコとアサリのガーリックアラビアータ、フリマサラダ。この間の抽選会はご覧になりました？あ、自分ね、抽選会見てないです。でも結果がすぐ結果だけはすぐ見てましたどう思いました？いきなり日本人対決。いやいや、でもトーナメントはどちらにしてもいずれですよね、勝ち上がっていってっていうのもあるんですけどね、相手がね、色彩だからそういうどうのこうのではなく、どういうふうにして勝ちに結びつけようかな。そもそもやっぱりね、人数もその多くないので、もうあり得る、起こり得るんですよ。だからもうそれはもう想定ないですよ。お二人から見て上田選手はどんな人ですか？とにかくね、真面目ですよね、格闘技に向き合う姿勢が、格闘技合気温度が高いと思ってるんで、結構研究、こう見えても研究熱心だし、できないことがね、次行くとできるようになってるんで、好きなんだね、もともと。やっぱね、小坂先生に見てもらうようになってから、全然なんか考え方っていうかね、なんか変わりましたよね、やっぱり。本当の MMA の選手に一歩近づいたのかなっていうか。大きかったのはやっぱリリーと触れ合いだったああ、ですよね。ちょうど来たんですよ、東京練習。世界のトップを走ってる人間がの練習の向き合い方とか取り組み方とかね、言葉で発するよりもああやって実際それで肌合わせて目の当たりにして感じられたっていうのはすごく大きかったと思うし、そうするとこちらからこうだよって言ってることもその受け取り方が変わってくるはずなんですよ。そういうものに触れられる、本物と触れるというか。だからそれは出来事はすごく大きかったな。誰よりも一生懸命やってましたね。そうですよね。抜かずに、いや、本当ですね。抜かずに。なんかイリーがですか？もうずっとやってて、ああダメだなって自分をやっぱもっとやんなきゃっていう改めて思った。だから今本当にここに来て自分のスケジュールがちゃんと決まってきたんで、MMA の。だから本当1週間取り組んでこの月曜日で答え合わせをしていくっていうのをひたすら繰り返していくって感じですね。最初にジムに来た時はどうでした？お願いしに来た。お願いしに来た。いや、試合で肌合わせてた。そうですね。いや、よく来てくれたなって嬉しくてしょうがない。もう年齢もね、あの時は半分にまあ息子みたいなもんなんですよ。自分52年26歳だから。おお、ダブルスコア。だからもう息子って言ってもおかしくない年齢だし、さらに上を目指すところを何をどうしていったらいいのか。先に入った人間としては、そこの道筋っていうのも道しるべだったりとか、そういったものを立ててあるっていうのはあるなと思いながら試合を終えていたので、最後のところでそこから先の部分の彼の道のところに自分がつながっていったような感覚はしました。本当にやっぱこういう関係になれたのも良かったですね。なるべくしてなったぐらいの僕の感覚はあります。さすがです。いいんですけど、できるんだけど、実際の試合だったらやらない方がいいなっていう、その取捨選択とかね、試合でめちゃくちゃ大事なところですそれのところとかも本人はすごく考えながら取り組んでいるので、試合に向けての練習ってそこなんですよね。300の。300、300。すごいですか。すごいですね。もうすぐできます。美味しそう。美味しそうです。ワインです。めっちゃ美味しいです。本当500円してくるわけです。これやっぱ師匠とご飯食べるの緊張しますか？そうですね。さっきのラーメン屋の時と全然違うですよね。だから自分でもわかります。そう。ラーメンなんかあったんですね、この前。この前先生のラーメン屋に行ったんですけど、お昼ご飯はボクシング行って。はい。ありがとうございます。そうそうです。やっぱでかいですね。500でもいけました。そうですね。行きましたね。減量ないからいいよね。まあそうですね。普通もう食べられないもんね。この時間本当はそうですね。会長とはどういう出会いだったんですか？極真時代の道場が一緒だったって感じですね。はい。そこからです。最初 MMA やりたいって言われた時はどう思いました？世界チャンピオンなんで、絶対に本当にいなきゃいけない人間じゃないですか。最初はもうちょっと複雑な思いでしたけどね。
ただまあ本人がどうしても挑戦したいっていうね、まあもうなかなか難しいとは思ったんですけど、やっぱりでも、まあ、彼らその時の目がもう本当に何が何でも絶対やるっていうのをしてたんで、はい、そうですね、聞きたいこと聞くのなんかすげえこと聞くんじゃないかと全然そんな大したことないですけどなんか自分との試合の時に青い V を、まあ、家帰って見てたんですけど、そしたらなんか武士の衣装でなんかドラムやってたじゃないですか。やったね。あれはどういう経緯でやったのかなってすごい気になったっていう話をちょろっと。佐藤大輔から佐藤大輔から楽器でドラム叩いてもらえませんか。もうそれなんかいきなりですか。イメージもなくですか。楽器でドラム叩いてください。面白いじゃん。先祖が武将なんだわ、おそらくね。先祖の武将で中学の時にバンドでドラム叩いてた。あ、そうなんですよ。中学のその2点つなげてあれが起こる。ちゃんとドラムの意味もあったんですよ。それでやってたっていう。そうなんだよ。今またこうやってヘビー級が盛り上がろうとしてるところですけど、トーナメントはどんなに期待したいですか。その中でどれだけ成長できるかって、そこがすごく見てみたい。どんな試合を期待したいですか。渋沢選手の試合は空手じゃない勝ち方をしてもらいたいですね。空手の技じゃない足関節だね。とっさに出るかもしれないですけど。まあ結局でも試合ってまずはやってきたことが出る。今やってることがまず出せて、しっかり KO もしくは一本決めて勝つ。決めて勝つってめちゃくちゃ大変なんだよね。特にヘビー級になってくると。でもそれが一個もしちゃんとできれば、もう彼の中で自信になるだろうし、ちゃんと決めて勝つっていうのがもし起これば最高です。結果を残して、ね、MMA に転向、するときにはいろんな方に迷惑もかけてるわけだし、そこはやっぱり感謝をやっぱり自分が勝つことでさ、皆さんに見ていただいて、そういう大会にしてもらいたいなと思います。このトーナメント、世界も注目してるはずなので、世界の上田美級になってくるので、頑張ってます。自分の覚悟をみんなで見てほしいなと思います。当日は応援よろしくお願いします。頑張ります。オスですね。オス。いや、あいつのオスですねじゃない。オス。オスって書いてありますね。オスって書いてます。お疲れ様でした。ということで、はい。頑張ります。敗戦から280日、眠っていた画廊がついに目覚めるライジン男祭り。2年ぶりの勝利なるか。朝倉未来が復活のリングイン。対するは連敗脱出をかけ出陣する天下無双の稲妻ボーイ鈴木千尋。噛みちぎるか、それとも稲妻が画廊を貫くのか。ライジン男祭り UNEXT でペイパービュー発売中。ライジン男祭り